あなたがこれだけは許せないと感じることは何ですか。2020年8月22日、ロシアスベルドロフスク州ベルフニャヤピシマ。このペドフィリアめ！深夜、郊外の別荘地に男たちの怒声が響いていました。邸宅の庭先で暴行を受けているのはドミトリー・チクバルキンという48歳の男性。2人の男に囲まれ地面に転がる彼の姿を23歳の女性ワレリア・ドゥナエワは鬼の形相で睨みつけています。それはワレリアの3歳の娘がドミトリーに性的な嫌がらせをされたと話したため、そして暴行が繰り返される中、ある時点で男の一人が言いました。お前もあの子と同じ目に合わせてやるよ。次の瞬間、男はドミトリーのズボンを下ろし、娘に性的暴行を加えた犯人に制裁を加える男たち。なぜ彼らの復讐はそこまでエスカレートしてしまったのか。大切な人を守りたいという感情は危険な暴走につながる可能性もあるんです。大卒健ちゃんです。いや、みやみこんでーす。最近私、お気に入りの CM ができました。誰目線なの？お気に入りの広告関係者なの？マクドナルドの CM でね、ドンデコルテの銀次さんが出てる CM 知らない？わかるない。 M1 の漫才でさ、40代になった男の叫びをネタにしてたじゃない、それを大人の本当の豊かさとはっていう疑問を歌にしてね、銀次さんが本人が歌ってんだけど、銀次さんのイメージってさ、ネクタイを綺麗に畳んだりとか、革靴をしっかり磨いたりとか、物を豊かに持ってるだけじゃなくって、大人のたしなみを楽しんでかっこいい生き方をしてるみたいなイメージが、それを歌にして、で最後に僕の大人のたしなみとしてダブチを食べますっていう CM だから、なんかすっごいダブチを私も食べたくなっちゃって、で食べたの？いやまだ。なんでやねん。今から食べるって話じゃない。今回はロシアで起きた集団リンチ事件をご紹介します。性的暴行されたという少女の訴えを受け、母親たちが犯人に制裁を加えるという事件なんです。まあ自分たちで制裁を加えるっていう点ではね、法律には反してるわけだけど、母親たちの気持ちはすごくよくわかるわよね。まあ本当にね、自分もね、いつか親になったらね、そう思うんだろうなと思いますよ。とはいえね、まあヤミコさんの言った通り、母親たちがなぜ自分たちで私の刑と書いて死刑に走ったのかっていうことなんです。しかもこの事件は単に復讐だったでは済まされない衝撃の事実が隠されていたんです。性的暴行を訴えた少女たちはその日、親戚に預けられていました。一体どのような状況で男からの接触があったんでしょうか。少女の告白。2020年8月22日、ロシアスベルドロフスク州ベルフニャヤピシマ。夕方、とあるアパートへ一人の中年男性が訪ねてきました。彼の名はドミトリー・チクバルキン、元警察官のトラック運転手です。あれ、預かるのは2人かい？アパートの玄関へ姿を現した2人の少女を前にそう口にしたドミトリー。2人を玄関まで連れてきた女性ワレリア・ドゥナエワは笑顔で応じます。よろしく頼むわ。2人のうち3歳の少女はワレリアの娘、もう1人の10歳の少女ニーナはワレリアの友人の娘でした。ワレリアはその日、新しい仕事が決まったお祝いに友人と飲み会をする予定で、その間子供を預けようとしていたのです。もともとワレリアは親戚のナタリア・フロロワに娘たちを頼もうとしていましたが、彼女はまだ仕事中。そこでナタリアと親しくしている男性ドミトリーが娘たちを迎えに来たのです。この子たち今日まだ何も食べてないからご飯もお願いできると助かるわ。ああ、わかった。少女たちを任せられたドミトリーは自身のトラックに2人を乗せ、彼女たちが預けられる予定の別荘を目指して走ります。彼はその道中、ロシア風の水餃子ペルメニを購入。別荘に着くと調理して少女たちに食べさせました。親戚のナタリアが帰った際も少女たちはドミトリーと楽しそうに遊んでおり、何も問題はないように思えたのですが、夜も更けた頃、郊外の別荘の玄関先では母親のワレリアが不機嫌そうな顔で娘たちを待っていた。その日、少女2人は親戚のナタリアの別荘に泊まる予定だったが、夜になって帰りたいとダダをこね出し、母親が呼び出されたのだ。友人の娘である10歳の少女ニーナはひどく落ち込んだ様子でワレリアに頭を下げる。おばさん、ごめんなさい。3人は無言のままワレリアの車に乗り込んだ。そして車が走り出し、しばらくすると少女ニーナは唐突にこう切り出した。おばさん、今日すごく嫌なことがあってどうしても家に帰りたかったの。ドミトリーおじさんが下着に手を入れてきたの。なんですって？
ワレリアが驚いて振り返るとニーナの隣ではワレリアの3歳の娘も潤んだ瞳でうなずいていた。急いで少女たちの下着の中を覗くワレリア。そして彼女は奥歯を強く噛みしめながら言った。あのペドフィリアめ。ワレリアが確認すると彼女の娘の下半身は確かに赤みを帯びており、強引に触られたことが見て取れました。激怒したワレリアはそこから彼氏のセルゲイ・チャビン、友人男性のミハイル・イワノフらに電話をかけます。うちの娘がペドフィリアに襲われたの。仕返しするわよ。その呼びかけに応じ、少女ニーナの母親やその他の知人も集まり、グループは合計6人に。そこから彼らは深夜にもかかわらずドミトリーが泊まっている別荘へ車を走らせたのです。ドミトリーは別荘でさ、子供たちと遊んでる時に、自分と子供たちだけって状況になって、その時に触ったってことよね。少女たちの訴えの通りだとそうなるんです。話を聞いたワレリアはその日のうちに友人たちを集め復讐を決行します。そして彼女が急激に怒りを爆発させたことにも理由があるんです。というわけで本日のメトラキーワード、道徳基盤理論について。道徳基盤理論とは、人が何に強い怒りを感じるかはその人の持つ道徳的な感覚によって変わるとする考え方。代表的な道徳感覚はケアと危害、公正と不公正、忠誠と裏切り、権威と反抗、純潔と汚れの5つです。このうち同時に複数の道徳感覚が刺激されるとより強い怒りを覚えやすいともされます。少女たちの触られたという訴えは、ワレリアの娘を傷つけるのは許せないというケアと危害、そして性的に汚されたという純潔と汚れの感覚を刺激するもの。ワレリアが強い報復感情へ傾いた背景には、複数の道徳感覚が刺激されたことで怒りが一気に過熱した面もあったのかもしれません。こうしてドミトリーが泊まっている別荘へ車を走らせたワレリアたち。彼女たちが下した制裁は娘と同じ目に合わせるというものでした。行き過ぎた制裁。6人はワレリアの親戚ナタリアの別荘へ到着すると、すぐにその中へ乱入。ワレリアの友人男性ミハイルはドミトリーが何か言葉を発する暇もなく彼の顔面を殴りつけました。この変態野郎が！わけもわからないまま床に倒されたドミトリー。彼を殴ったミハイルは強盗や過失致死で服役したこともある前科者。ワレリアの友人の中でも特に暴力的な彼がグループの先陣を切ったのです。待ってくれ、まず話をしよう。ドミトリーはそう言うと慌てて洗面所へ退散。鼻血を洗い、またミハイルが待つリビングへ戻ります。彼としてはそこから話をするつもりだったはずなのですが、うちの子になんてことしてくれたのよ。絶対に許さないぞ。ミハイルだけでなくワレリアやその恋人のセルゲイも乱入し、ドミトリーに寄ってたかって暴行を加えます。この時少女の母親ワレリアは使ってはいないものの、怒りのあまりナイフを持ち出したとも。家主のナタリアは3人を止めようとしますが、グループのメンバーが彼女を制し、邪魔したら殺す。ナタリアは脅された挙句数人に取り押さえられ何もできなくなってしまうのです。そしてワレリアの恋人セルゲイと前科者のミハイルはドミトリーに散々に暴行を加えた後、意識を朦朧とさせる彼を庭まで引きずっていきます。実はここからが本当の地獄の始まりだったのです。いや、もちろん子供に性的暴行を働いてるドミトリーが悪いんだけどさ、いきなり6人組で殴り込みに来られたらそりゃ怖いわよね。6人揃ってこれだけ怒ってたらもう警察じゃないとね、止めるの難しいっすよ。このペドフィリアめ！前科者のミハイルとワレリアの恋人セルゲイは庭に出た後も引き続きドミトリーに殴る蹴るの暴行を加えました。さらに彼らは庭先にあった鉄パイプや園芸用のクワなどを持ち出し、ドミトリーを殴打。そしてある時点でミハイルは言います。あの子と同じ目に合わせてやらねえとな。そう言うとドミトリーのズボンを引きずり下ろしたミハイルは彼のお尻に鉄パイプを突き刺しました。激痛に苦しみもだえるドミトリー。数時間に及ぶ暴行の末、最終的に彼は鉄パイプで頭部を殴られ、頭蓋骨を粉砕骨折、脳挫傷や出血性ショックを伴う致命傷を負います。意識を失ったドミトリーを前に満足げなワレリアと男たちは彼のスマホや金のアクセサリーなどを奪うと、車へ引き上げそのまま去っていきました。一人残された家主のナタリアは混乱の中、自身の娘に連絡。駆けつけた娘によって救急車と警察が呼ばれ、ドミトリーは病院へ運ばれますが、翌朝死亡が確認されたのです。そして実は6人組が帰った後、そのグループで1人だけナタリアの別荘へ戻ってきた人物がいました。その人物とはワレリアの恋人セルゲイ。ミハイルと一緒になってドミトリーを攻撃していた彼は、家主のナタリアに向かい意気消沈した様子でこう話したのです。
事実をよく確認もせず取り返しのつかないことをしてしまった。その発言の意図とは。セルゲイは後々冷静になってさ、後悔してるわけよね。でもさ、事実をよく確認せずってとこめちゃくちゃ気になったんだ。そこ引っかかりますよね。最初に説明したように、この事件には衝撃の事実が隠されているんです。ただ帰りたかった。事件翌日の2020年8月23日、警察は犯行グループを先導したワレリアの自宅へ訪れていた。事件の発端となった10歳の少女ニーナに話を聞く警官。彼女はひどく落ち込んだ様子でこう話し始めた。ドミトリーおじさんが死んじゃうなんて思わなかった。だっておじさんが触ってきたっていうのは嘘なんだもん。ニーナは警官の目をまっすぐに見つめ、はっきりとそう話した。そして彼女は続ける。だってママたちはお酒ばっかり飲んでて、私たちはいつもナタリアおばさんのところに行かされるもん。帰りたいって言ったら怒られるもん。そう、ニーナは自分たちが帰りたいという理由で母親たちを呼び出し、怒られることを恐れていた。そのために世話をしてもらったにもかかわらず、ドミトリーに触られたと嘘をつき、別荘にいたくない理由を作ったのだ。マジで？じゃあワレリアたちはドミトリーが何もしてないのに殺しちゃったってことになるじゃない。そういうことになるんです。ただワレリアは娘からドミトリーに触られたっていうね、報告を受けてるじゃないですか。その時に下着の中を確認してるんですけど、その時にあった肌の赤みっていうのは一体何だったんでしょうか。少女2人がドミトリーからの性的暴行を訴えた際、母親のワレリアは娘の下着の中を覗き、確かに下半身が赤みを帯びているのを確認していました。しかしそれはドミトリーの仕業などではありません。娘の皮膚に炎症ができていたのは、母親のワレリアがたまにしか入浴させていなかったからなのです。娘を傷つけられたことにあれだけ激怒していたワレリアが、ろくに娘の世話もできていなかった。耳を疑う話ですが、実のところワレリアたちのグループは地域でも素行が悪いことで有名。いつも昼間からお酒を飲み、子供のことはほったらかしていました。それだけではなく、ワレリアには2度の窃盗の前科も。そんな暮らしの中、ワレリアはお酒を飲みたいがために親戚のナタリアに娘を預けるのが日常になっていたのです。ナタリアはそもそもワレリアの直接の親戚ではなく元夫の親戚なのですが、子供たちの生活環境が良くないことを見かね、善意で家へ迎え入れていました。ワレリアが事件当日に娘たちを預けたのも一晩中飲み歩きたいがため、ワレリアはそれを新しい仕事が決まったお祝いと言っていましたが、彼女は飲み会を優先するあまり、その仕事の研修も欠席してしまっていました。一方、被害者のドミトリーは彼を知る人たちからすれば性犯罪を働くなど絶対にありえない人物。彼はあくまでナタリアの知人であり、ワレリアたちとは一切面識がありませんでしたが、子供の送迎を快く引き受け、食事まで与えています。そのことからわかるように、ドミトリーは頼まれれば嫌とは言えないタイプの優しい男性。家族は彼が子供を傷つけるはずがないと怒りをあらわにしました。ドミトリーがどのような人物かも知らず、娘たちの言葉を信じ性犯罪者だと決めつけてしまった母親のワレリア。的外れな復讐を決行した彼女はその日も朝からお酒を飲んでいたため、まともな判断力を失っていたと考えられます。こうして事件翌日の2020年8月23日、警察はドミトリーに暴行を加えたワレリアとその恋人セルゲイ、友人のミハイルを逮捕しました。娘のことでめちゃくちゃ怒ってたからさ、本当に守りたい一心でとかと思いきやさ、自分がろくにお世話できてないわけじゃない。守りたい気持ちがちょっとさ、本当って疑わしくなること、普段の行動がひどすぎるわよ。事実確認もせずに幼い娘の言葉を信じたっていうのもダメですよね。加えてね、娘が傷つけられた時だけ怒るんじゃなくて、普段からもっと娘のことを大事にしてあげてほしいなっていうのが思うところではあります。裁判においてまずワレリアは娘が性的暴行を受けたと信じきっており、母親として絶対に許せないと思っての行動だったと泣きながら主張。自分は横たわった被害者に蹴りを入れただけであり、それが致命傷になったわけではないと共犯者へ責任を押し付ける発言が目立ちました。一方で恋人のセルゲイは、自分は見ていただけで暴行には加わっていないと完全に言い逃れ、目撃証言や物的証拠を突きつけられてもその証言は嘘だと断じます。そして被害者に最も過激な暴行を加えたミハイルは、暴行自体は認めたものの殺意については否定。反省の色はなく終始淡々と話しました。
このように裁判での態度は3人それぞれでしたが、どのように言い訳を並べても罪は逃れようがありませんでした。ワレリアたちは捜査の初期段階で犯行の再現実験に協力しており、すでに犯行の詳細を明かしています。恋人のセルゲイが暴行に積極的に参加していたこと、鉄パイプを探してミハイルに渡したことなどにも目撃者がおり、その証言は再現実験と一致。このほか検視結果などからも3人の犯行に弁明の余地はなく、2022年4月12日、彼らは傷害致死、性的暴行などで有罪判決を受けるのです。判決は暴行を主導したミハイルが懲役19年、暴行に参加しミハイルに武器を渡したとされるセルゲイが懲役15年、そしてワレリアは未成年の子供が2人いる事情を考慮され懲役10年1ヶ月となりました。同年には控訴審が行われていますが、判決が覆ることはなかったのです。また犯行グループは合計6人ですが、その他の参加者は暴行には加わっていないため、裁判では証人として扱われました。唯一ワレリアの親戚ナタリアに邪魔したら殺すと脅した女性に関しては脅迫罪で別途起訴されています。裁判中ワレリアたちは遺族に謝罪の言葉を述べましたが、ドミトリーの妻ヤナはそれらの言葉を形式的なものに過ぎないと拒絶。彼女は亡くなった夫について優しすぎたことがあだになったと涙ながらに語りました。ワレリアたちとは対照的にドミトリーはお酒も飲まず積極的に家族サービスをする真面目な男性。娘たちとも強い絆で結ばれていた彼が性犯罪などを犯すはずがなく、事実確認もせずに暴走した加害者らに遺族は強い憤りを示したのです。娘が傷つけられた、そう感じた瞬間、ワレリアの中では娘を守りたい怒りと怪我されたことへの嫌悪が一気に燃え上がりました。本来なら子供を守るためだったはずのその感覚が私的制裁へとつながってしまった。怒りが先行した時点でその正義はすでに危ういものに変わっているのかもしれません。大切な人が傷つけられた時、あなたは無条件にその人を信じますか？その感覚は時に危険なこともあるのです。